マリサ。どうしたんだレイム。サッカー日本代表のエンブレムって、カラスみたいな鳥のマークがついているわよね。ああ、カラスみたい、というか、カラスだぜ。でね、よく見たら、このカラス、足の数多くない？確かに、足は3本あるんだが、別にデザインミスではないぜ。これは日本神話に登場する、ヤタガラス、という神の使いなんだ。ヤタガラス？何それ？どうしてそれがサッカー日本代表のシンボルになっているのかしら？よし。では今回は、日本代表のエンブレムになぜヤタガラスが採用されているのか。日本代表のエンブレムと、ユニフォームの変遷をたどりながら、解説していくぜ。よろしくお願いするわ。そもそも、ヤタガラスって何なのかしら？ヤタガラスは、古事記や日本書紀といった日本の神話に登場する太陽の化身で、神武天皇の統制の際、軍勢を目的地へ道案内したとされる、導きの神、と言い伝えられている。だから現在のサッカー界では、勝利へと導く守り神、として大切にされているんだぜ。なるほど。勝利へ導く神様だから、勝敗が重要なサッカーチームにぴったりなのね。でも、いつからこのヤタガラスが代表のエンブレムとして使われるようになったの？それは、明治時代に日本へサッカーを本格的に紹介した、中村角之助という人物が深く関わっている。中村角之助？その人はどういうことをした人なの？中村角之助は、1902年に、東京高等師範学校で初の、悪しき蹴球部、を創設し、これが日本における、近代サッカーの組織化の始まりと言われているぜ。なるほど。日本のサッカーの歴史を開拓した、パイオニアのような人だったのね。後の1931年に、日本サッカー協会が、公式のシンボルマークを制定する際、彼の後輩たちが、早くに亡くなった中村角之助の功績を称えるため、彼の出身地である熊野の象徴であったヤタガラスを、日本サッカー協会のシンボルマークとして採用することを提案する。この熊野は、歴史を遡ると、平安時代の蹴鞠の名人、藤原成道が、技の奉納や上達の祈願に何度も訪れたという伝承もある場所で、中村の故郷のシンボルであると同時に、ボールを蹴るという競技の聖地の意味も重なっているんだ。なるほど。中村角之助への敬意だけでなく、日本の伝統的なボール文化のルーツとしても、ヤタガラスは深い意味を持っているということね。これが、日本サッカー協会のシンボルマークとして、最初にデザインされたヤタガラスだ。ちなみに、この初代のシンボルマークをデザインしたのは、彫刻家の雛子実像。ヤタガラスの3本の足は、天、地、人を表し、太陽の下で神と自然と人間が調和して共生するという精神を示している。太陽を思わせる赤いボールを、一本の足で掴んでいるデザインは、現在のデザインにも通じている。背景の黄色と青の組み合わせは、黄色が、大地、青は、天空、を表しており、世界の調和を表した色の組み合わせとされている。これは、中国の古典である、恵南寺の思想に基づいていると言われているぜ。ただかっこいいから選んだ色じゃなくて、東洋の哲学の意味も込められているのね。だが、このヤタガラスは、1931年に日本サッカー協会のシンボルマークに制定されたものの、日本代表のユニフォームのエンブレムとしては、長い間用いられていなかった。そうなの？昔の日本代表のユニフォームには、ヤタガラスのマークはなかったってこと？そうなんだ。かつては左胸に日の丸だけが配置されている時代が長く続いていた。今のユニフォームには、当たり前についているから、日の丸だけだった時代があるのは意外だわ。そして、左胸に初めてヤタガラスのエンブレムが採用されたのは、1989年のことなんだ。1989年、何かきっかけがあったのかしら。この年に就任した横山健三監督は、ユニフォームのカラーを、日の丸の赤、に変更するという刷新を行った。へえ、でもなんで代表のカラーを、今までの青から全くイメージの違う赤にしたのかしら？これは、サッカーの各国代表の国際的な基準に合わせたからだと言われている。国際的な基準？世界のサッカー界では、ユニフォームのカラーは各国の国旗に基づいてデザインされ、胸には国旗ではなく、その国のサッカー協会のエンブレムをあしらうことがスタンダードだった。これに合わせる形で、日本代表も従来のユニフォームのデザインから大幅に刷新し、ユニフォーム自体を日の丸の赤へと変更し、胸には日本サッカー協会のエンブレムを配置するようになったんだ。なるほど。ユニフォームの色を赤に変えたことと、左胸にエンブレムがついたことは、密接にリンクしてるってわけね。そして、このヤタガラスのエンブレムがユニフォームに配置された最初のデザインが、これだ。配色やヤタガラスのデザインは、日本サッカー協会のシンボルマークを踏襲している感じね。今と違って、丸い形っていうのも印象的だわ。しかし、この赤いユニフォームは、国際大会で結果が伴わなかった。そのため、赤いユニフォームは短期間で廃止され、再び青に戻ることになったのだが、左胸にヤタガラスのエンブレムを配置する、というスタイルだけは、青に戻った後もそのまま受け継がれたんだ。その後、1992年にユニフォームが青に戻ると、胸のエンブレムのデザインも大きく変更される。エンブレム全体の形が、縦型でスタイリッシュとなり、
エンブレム全体の色味が、日の丸をイメージする配色へと変更されたんだ。上半分に大きく記された、JFA の文字も、ブラックレターのようなフォントでかっこいいわね。この時期の日本のサッカーは、1992年に初の外国人監督となるオフト監督の招聘と、1993年に J リーグが開幕するという大きな転換点を迎えることとなる。代表のユニフォーム自体も、汎用デザインから、専用のオリジナルモデルへと移行していったんだぜ。そしてその第一歩が、1992年から使用された、通称、ドーハモデル、だ。ユニフォーム全体に、ヤタガラスの羽をモチーフとした、幾何学模様があるのが特徴的だな。今見ても洗練されている感じでかっこいいわね。さすがアディダスって感じね。いや、実は当時のユニフォームは、アディダスだけが製造していたわけじゃない。アディダス、プーマ、アシックスの国内スポーツブランド3社が、共同でサポートしていて、持ち回りで製造していたんだ。3つのメーカーが、交代で同じデザインのユニフォームを作っていたの？今の専属契約の感覚からすると、少し珍しく感じるわね。そうなんだ。そしてこの持ち回りで製作していた時代は、基本のデザインは同じでも、サプライヤーごとに、首元のタグや、細部のカッティングが微妙に違っていたんだ。へえ、よく見ると、メーカーごとの個性が隠れていたのね。こういう細かい違いを見るのって、ファンにはたまらないでしょうね。そうなんだぜ。ぜひともそのあたり詳しい方がいれば、各メーカーの特徴など、コメントで教えてもらえると嬉しいぜ。さらにその後、1996年には、3代目のエンブレムが登場する。ヤタガラスの描き方が、従来のひなご実像のデザインから変更され、現代的な洗練されたものとなり、エンブレムも全体が白から黄色ベースに変更されたんだ。黄色にしたのって、何か意味があるの？バックの色は、赤い線が日の丸の赤を表すと同時に、世界への道という意味を込めており、その周りが黄色になっているのは、太陽からの光を表し、公正を表現しているんだ。日本代表は、このエンブレムを胸に、1998年にワールドカップ初出場を果たす。日本サッカーの歴史にも残るエンブレムなんだぜ。この時期のユニフォームのデザインは、両袖に不動明王の、カルラエンを配した、炎モデル。これは、初めてワールドカップの本大会に出場した時のデザインだから、よく覚えているわ。そうだ。歴史的な記憶と深く結びついている名作だな。そういえば、今気づいたけど、ヤタガラスが持っているサッカーボールのデザインも変更されているわね。いいところに気づいたな。旧エンブレムや、JFA のシンボルマークのボールは、昔のデザインだが、この時からヤタガラスが持っているボールも六角形と五角形の組み合わせのボールになっているんだ。細かい部分だけど、少しずつ時代に合わせた変更がされているのね。その後、2009年にはさらなるデザインの変更が加えられ、より日の丸のイメージが際立つよう、エンブレムの大部分が白基調へと変更されたんだぜ。確かに、この配色の方が、日の丸っぽさがあって日本らしいわね。そして、2017年からは現在も使用されているこちらのエンブレム。縦の複雑な形状は角が取れたデザインに変更され、よりスタイリッシュな形となっている。ボールのデザインもミニマルなデザインとなり、日の丸を印象づける形となっているんだ。ところでレイム、このデザイン、前と比べて尾羽が3つに分かれているのに気づいたか？あ、本当だ。デザインをシンプルにするなら、前のままでもいいのに、わざわざ分けて書いているのね。これにも理由があって、分かれた羽の数に意味を持たせているんだ。ヤタガラスの翼の部分が5つになっているのは、JFA の5つのバリュー。エンジョイ、プレイヤーズファースト、フェア、チャレンジ、リスペクトを表し、尾羽が3本になっているのは、JFA の3つのビジョン。サッカーの普及、サッカーの強化、サッカーを通じた貢献、を表しているんだぜ。へえ、そんな細かい部分にも深い意味が込められているのね。知らなかったわ。ここからは、エンブレムと一緒に紹介できなかった日本代表のユニフォームについて、代表的なデザインをいくつかピックアップして紹介していこうと思う。日本代表のユニフォームのデザインって、新作が発表になるたびに話題になるわよね。楽しみだわ。先ほども述べたが、日本代表のユニフォームは、アディダス、プーマ、アシックスの3社が、持ち回りで製造していた時代が長く続いていた。だが、日本代表がワールドカップに初出場したことを機に、代表の商業価値が高まったことを受けて、JFA は1999年にアディダスジャパンと、独占複数年契約を結ぶこととしたんだ。ここで現在の、アディダスが専属でプロデュースする体制へ完全に移行したわけね。この長期的なパートナーシップは、25年以上にわたって維持され、A 代表の強化だけでなく、年代別の代表の成長や、J クラブの育成支援にも貢献していると言えるんだぜ。なるほど。こうした収入の安定が、組織の安定や代表の強化に好影響を与えているってことね。その通りだ。それではここからは、アディダス専属になってから時代を彩ってきた、特徴的な歴代モデルを振り返ってみよう。どんなデザインだったのか、興味深いわ。まずは、2002年の大会で着用された、富士山モデル。首元から袖への赤いパイピングを、富士山のシルエットに見立てているんだ。初のベスト16に輝いた時のモデルね。レプリカユニフォームも大ヒットした記憶があるわ。
次に、2006年の波紋モデルは、日本刀がコンセプトだな。両脇が流線形のデザインになっていて、刀身の波紋をイメージしているんだぜ。このユニフォームの刀から侍が想起されるため、キャッチフレーズとしてサムライブルーが使われ、2009年10月に日本サッカー協会は愛称をサムライブルーに正式決定したんだぜ。そして2018年の勝ち色モデルは武士が好んだ藍染めの濃い藍色を採用し、伝統的な刺し子柄を落とし込んでいる。歴史的な重みを感じる美しい青ね。近年のものでは、2022年の折り紙モデルも印象深い。折り鶴からヒントを得て、これまでの歩みと勝利への祈りを重ねているんだ。こうやって見ると、日本代表のユニフォームのコンセプトって、日本の美意識やカルチャーを発信するアイコンになっているって感じるわね。ああ、その通りだ。日本代表は文字通り、日本を代表して世界へ羽ばたいている集団だ。だからこそ、シンプルな中にも、日本らしさ、日本の美徳、というものを世界へ発信するという、文化の発信という、非常に重要な役割を担っていると言ってもいいだろうな。なるほど。そして、これまでの系譜に連なる最新のデザインは、コンセプトに、ホライゾン、を掲げている。島国である日本を囲む、空、と、海、が融和する美しい水平線を、アッシュブルーのラインの立体的なグラフィックで表現しているんだ。そして、セカンドのアウェイユニフォームは、不完全な美、がコンセプトで、オフホワイトを基調に、あえて途中で途切れる11色のストライプを配したデザインになっており、これは、一つ一つは未完成でも、個性が重なり合って一つになった瞬間に、最大のパワーを生み出す、というチームのあり方を示したデザインになっているんだぜ。デザインのこだわりが本当に深いわね。さらに、このユニフォームは、代表史上初となる、モノクロームのエンブレムが採用されていて、非常に洗練された仕上がりとなっていることも注目ポイントの一つだ。このくらいシンプルなデザインだと、普段着として着ても違和感がない感じがするわ。さて、日本代表のエンブレムと、ユニフォームの話は以上だぜ。こうして見てみると、明治期に中村角之助が灯した情熱の火が、ヤタガラスのデザインとして具現化し、今まで受け継がれてきたというところに熱い魂を感じるわね。そうだな。1989年から代表の胸に輝くエンブレムは、時代とともに形を変えながらも、今もなお日本代表の誇りとして、同じ場所で輝きを放っている。ヤタガラスに託された意味を知った今は、さらにエンブレムに誇りを持てそうな気がするわ。今日も素敵な話をありがとう、マリサ。どういたしましてだぜ。こういう背景を知ることで、さらに日本代表の歴史や、ユニフォームの衣装について興味を持ってもらえたり、皆様の今後の観戦体験が、さらに少しでも楽しいものとなれば嬉しいぜ。今後もこのチャンネルでは、こういった情報をお届けしながら、J リーグや日本代表をはじめとした日本サッカー全体を応援したいと思っています。この動画が、まあまあ面白いんじゃない、と思った方がいらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録と高評価で応援していただければ励みになります。この動画に関する感想や、今後取り上げてほしいテーマなど、コメントもいただけるとありがたいぜ。あなたの好きな代表ユニフォームのデザインなどもぜひ教えてください。それでは視聴者の皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。